こんにちは、ウルトラマイクロマニアックスです。今日のレビューは、XK-A100 スホー ESU27 フランカー ETP340mm 3チャンネル RTF をお送りします。この A100 は XK ブランドで販売する2モーター固定翼機 A110 リーパーに続く第2弾。モデルとなるのは、旧ソ連スホーイ設計局が開発した総発の戦闘機で、冷戦終結でベールを脱いだ時、そのありえないほど高い機動性が NATO 軍を震え上がらせ、現在も西側諸国で新設計される戦闘機の性能指標となり続けている名機 SU27 フランカーです。特に大きなインパクトを与えたのは89年のパリ航空ショーでビクトル・プガチョフが狩る SU27 フランカーが展覧飛行中に行ったマニューバープガチョフコブラでした。これは水平飛行中に進行方向と高度を変えずに急激な機種上げを行って戻すマニューバで、当時西側諸国すべての戦闘機では真似のできない技でした。そんな変態軌道を誇るフランカーをベースとした本機のモデリングは、わずかな上半角と主翼の拡大こそあるものの、ジュラーブリックこと鶴の頭を模した機首部分の造形を見事に再現。マテリアルは EPP という細かいディテール再現には向かない素材ですが、エンジンノズルなどはプラパーツを上手に使い分け、見事に再現。エンジン吸入口やキャノピー全部のセンサードームなど、小さめにデフォルメされているものの、見た目に悪い印象は全くなくて良い感じ。モーターテスト。本機は主翼に搭載する2つのモーターの出力差でラダーをコントロールし、エレベーターで位置コントロールを行う3チャンネル機です。ラダースティックを左に倒せば右モーター出力が、右に倒せば左モーター出力が上がって旋回します。ジャイロテスト。搭載されるジャイロは強いヘッドロック指向の補正ポリシーで、たとえスティックを倒していても、機体姿勢を維持するため、入力を無視する介入を行います。しかし、右ショルダーボタンでラダーレートをハイにすると強制的な介入はなくなり、機体を立ててもエレベーターはスティックに応答するので、ループも可能です。スペック。重量は実測で 54.2g。このサイズとしては標準的です。飛行テスト。いきます。おっと、細い前輪が輪立ちに取られました。なんとか無事にタキシングでき、滑走離陸成功。
少し機種が重い感じがありますね。エレベーターのリンケージ調整が必要かな。パワーをかけていれば旋回性は十分な感じ。旋回ガチョウコブラとか少し慣れてきたのでループを試してみましょう。ループ成功。めくれちゃうような感じだね。低速飛行も問題ないですね。交代翼の癖でフラフラはしますが、翼端失速してめくれるようなことはありません。ジャイロが優秀なんだな。ということは、ループの上視点で左右にスティック入れると、横向いて立て直せるかも。これやりたい。ちょっと違う。いきますね。はい。でもまあ、まくれ気味ですがループは簡単にできます。失速特性も良好、低速飛行でも舵の利きは変わらないし、コブラ状態を維持できる推力があるので、立て直しも容易です。しばし、自由飛行を楽しみたいと思います。結構、機体を振り回して無茶しても平気。あ、わざとです。SU27 といったらトガチョフコブラがあるじゃないですか。こういう止めるとですね、頭下げしちゃいますね。はい
トル抜くとプガチョフコブラになるのかな。やったー。プガチョフコブラ成功。楽しい機体だなぁ。これだけ低速が得意だと、甲板着陸も簡単。おっと、右車輪が輪立ちにはまった。